こにおかけになってください。お待たせしました。本日はご来院いただきましてありがとうございます。当院はですね、東洋医学の考えをもとに鍼治療を行ってまいります。後で詳しくあなたの症状だったり環境だったりいろいろと聞かせていただくんですけれども、まずはじめに簡単にでいいのでご来院いただいた理由を聞いてもよろしいでしょうか。はい。慢性的な疲労、眠気があるということですね。ああ、片頭痛も結構ひどい時もある。片頭痛、どんな薬も結構一時的なもので持続的な効果がなかったんですね。なるほど。結構サプリとかも買ってみたけどあまり効果がなかったんですね。サプリというのは結構ビタミンとかですか？亜鉛とか大丈夫ですよ。鍼治療について全然知らなくても今回こうやって興味を持っていただけただけでとても嬉しいので、丁寧に一からご説明させていただきますね。はい。じゃあね、まずですね、一般的な病院の西洋医学と今回当院での東洋医学の考え方の違いっていうのを簡単にご説明させていただきます。西洋医学というのが本当に皆様が思い浮かべられる現代医学で、何か病気があったり怪我したら行って治療をする治療医学になっています。反対に東洋医学だと特に大きな怪我とか病気が症状に現れていなくてもその病気にならないために予防したりとか、あるいは原因が全然わからない、でもなんだか体調が悪いというものに対してアプローチしていくような治療になっています。ですので西洋医学の場合ですね、症状が出ていてそこの部分に着目して局所的に対処していきますが、東洋医学の場合ですね、体全体を見ていきます。例えば足が痛いっていう症状があっても足だけを見るのではなく、体全体を見てどこがどのように影響しているのか、根本的な原因を探っていきます。あとはですね、西洋医学の場合、こういう症状が出たらこういう薬を出すという感じで、個人差、個体差をあまり考慮できていないんですけれども、東洋医学、特に当院の場合はですね、ご本人様の精神状態だったり体の状態、生活習慣、あらゆることを聞いてから根本的な原因を探っていきます。個人個人の差を考慮していきます。なんかどっちがいいとかどっちがダメっていう話では全くなく、それぞれ長所短所がありますので、西洋医学と東洋医学うまく融合させて健康を維持していくことが大切だと考えております。はい、で、今回ですね、当院ではですね、
東洋医学の考え方で視診という手法を使って患者様を見ていきますね。望診、分診、問診、接診という4つがありまして、まずは患者様の顔色だったり皮膚を見させてもらうことが望診です。患者様の声を聞いたり耳を使って検査するのが分診で、あとは患者様から詳しく状況を聞く分診で、最後が実際にお体を触らせていただいて状態を確認する接診というものがあります。ではまずですね、指針に従って進めていくと望診ですね。あなたの顔、皮膚の状態、舌などを確認させていただきますね。はい、ではですね、まず顔の周りを触らせていただきますね。失礼します。どこか触られて痛みが走るとか、あとは何か違和感を感じるところはあるでしょうか？大丈夫そうですか？一度目を閉じていただいて、はい、開けてください。もう一度目を閉じて、はい、開けてください。では次にお口の中や舌の状態を見させてもらいますね。はい、ではお口をあーっと大きく開けてください。はい、失礼します。口の奥歯の歯茎と上のところが大丈夫かな。歯茎のちょっと赤み、傷はないか。少し舌を前側に出していただけますか？はい、ありがとうございます。色乾燥状態、色とかは大丈夫かな。いや、削れてないかな。はい、ありがとうございます。左右差は少しあるくらいかな。下の乾燥状態がちょっと気になるかな。水分が。はい、ありがとうございます。では次に分診、耳を使って確認させていただきます。今ね、少し音量を下げて話しているんですけれども、
いつも通りの声でお話ししてみていただけますか？すいませんね。はい。じゃあちょっとご質問しますね。では、今日の朝ごはんは何を食べましたか？うん。あ、結構いつもパン派だったりしますか？食パンが多いですか？なるほどなるほど。うんうんうん。まあそうですよね。はい。うん。はい。ありがとうございます。はい。いつものその感じで話していただいてとても助かりました。ありがとうございます。はい。では、今から問診に入っていきます。詳しく、あなたの状況をお聞かせ願います。はい。で、その前にですね、この鍼治療がですね、どういった目的でやっているのかっていうのを、ご説明させていただきます。はい。多分ちょっと図を一緒に見た方が分かりやすいので、ちょっと一緒に見ていきましょう。はい、こちら見えますかね。東洋医学ではこの気血水のバランスを重要視しています。気というのは生きるために必要なエネルギー、血は全身に栄養を運ぶ血液、水は血液以外の体中の水分です。潤いを与えたり、汗や尿として排出されたりします。この気と血と水のバランスを保てる状態が健康です。体の状態を判断する6つの弁証があります。気虚という状態はエネルギーが不足していて顔色が悪かったり疲れやすくなります。気体という状態は気が滞っていてため息をよくついたりイライラしやすくなります。血虚は血が不足している状態で顔色が白かったりめまいがしたり肌にツヤがないなどそんな症状が出ます。おけつという状態は血が滞っている状態で顔色が暗かったりクマができやすい状態ですね。あと手足の冷えやしびれが出たりします。衰退という状態は水分が滞っている状態ですね。体がだる重かったりむくみやすいです。最後、陰虚という状態は水分が不足しています。顔色が赤かったりのぼせやすい、肌の乾燥などが見られます。つまり気の流れが元の正常通りであることは元気であって、気の流れが悪く心や体が病んでいる状態が病気であります。じゃあまずは気血水のバランスが整っているかどれか崩れているかっていうのをチェックしていきたいと思います。はい、でははいかいいえで答えていってください。疲れやすいと感じますか？意欲が湧かないと感じますか？
食欲がないというのは感じますか？うんうん。息切れしやすいですか？うん。風邪をひきやすいですか？大丈夫ですね。うん。じゃあ喉が疲れた感じっていうのはありますか？うん。お腹が張った感じはしますか？あ、それはありますか？じゃあのぼせやすかったりしますか？うん。突然不安や焦りが来たりしますか？時々吐き気はありますか？はい。めまいや立ちくらみしやすいですか？特に大丈夫ですか？はい。なんか皮膚がかさついてるなーって感じますか？少し。目のかすみや乾きはどうですか？うん。爪は割りやすいですかね？大丈夫そうですかね？目の下にクマができやすいなと思いますか？あ、うんうん。シミやあざができやすいですか？それは大丈夫。手足の冷えを感じやすいですか？うん。なるほどなるほど。むくみやすいと感じますか？うんうん。なんか朝起きた時に手足がつったりこわばる感じはしますか？大丈夫そうですか？あとは唇にひびが入るとか割れやすいというのはありますか？うん。便秘気味だったりしますか？大丈夫ですか？口や喉が乾燥しやすいと感じますか？うん。ありがとうございます。はい。そうですね。先ほど、ご説明させていただいた、気血水の考え方で言うと、すいません、ちょっと見えづらいかな。1234567角形のバランスの場合、こういった形になっております。特にですね、おけつですね。血が滞って流れず、体の一部で停滞している状態があります。血流の悪化ですね。そうすると目の下にクマができやすかったりとか、手足が冷えたりとか、シミやあざができやすくなってしまいます。そうですね。ありがとうございます。あとですね、もう少し、確認させていただきたいんですけれども、過去の病歴、現在服用している薬はないですか？はい。睡眠時間はどれくらいですかね？うん。バラバラ。平日が、5、6時間で、休日にめちゃめちゃ寝る。わかりました。昼まで寝てることが多い。はい。食生活はどうですかね？ああ。自炊はなかなかできずに、結構、簡単なもので済ましちゃう。結構、朝も昼もパンとかパスタとか多いですかね？なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。ではですね、ここまで問診が終わりましたので、実際に鍼治療に入っていきます。で、鍼治療ではですね、まず、体を触らせていただいて、どこに異常があるかとか、どこが凝っているかとか、いろいろと触って確認させていただきます。で、少しほぐしてから針を刺していきます。はい。でですね、鍼治療がどういったものなのか、どういった効果を生み出すものかっていうのを、こちらもですね、
文字や図を一緒に見ていた方が分かりやすいので、一緒に見ていきましょう。鍼治療というのは、身体にあるツボに鍼や灸を行うことで症状の軽減や健康維持を促進する方法です。筋肉をほぐしたり、血液の流れを良くしたり、自律神経やホルモンバランスを整えます。例えばですね、足三里というツボが膝のくぼみから少し下にあります。これは実は胃のツボなんですね。ここに針を刺すことで胃や腸の働きを正常化します。すると脳の視床下部の血流がアップします。視床下部というのは自律神経やホルモンバランスに関わる脳の重要な部分なので、おのずと体調が良くなっていきます。このように足、消化器官、脳がつながっているように体全体がつながっているんですね。よって患者様の体を見ながら重要なツボに針を刺していきますね。はい、ではここから実際に鍼治療に入っていきますので、そちらのベッドに仰向けに寝てください。はい、体勢はきつくないですかね。大丈夫そうですか。はい、よかったです。まずは体を触らせていただいて、今の状態をチェックさせていただきますね。軽く揉みほぐしていきます。すごく痛むところがあったらすぐに教えてくださいね。ご自身の体感として体で一番筋肉の塊とかが気になるところはありますか？うん、そうですね。やはり、どうしても筋肉のつき方だったりとか、日々の体の動かし方で筋力が均等ではなかったりとか、左側にちょっと傾いてる感じがしますかね。人それぞれ重心があるので、ちょっととっさに力を入れる時とか、ストレスがかかっている時とかに、こういうところに集中的に力が入ってしまったりすることもありますね。
構痛いですか？そうですよね、結構凝り固まってますね。普段は自分でマッサージしたりとか揉みほぐしたりすることはありますか？あんまりないですかね。ストレッチは時々するという感じですね。そうですね、なかなかストレッチとかマッサージとかは時間が取れないことが多いと思うんですけれども、代わりになるべく湯船に浸かるというのができると一番いいかなと思います。湯船に体をつけると、その中の水圧でこう筋肉だったり内臓だったり、そういうのがほぐれて血液循環も良くなるので、湯船に浸かれるのが一番いいんですけれどもね、なかなか難しいですよね。私もとても忙しいとシャワーで済ませちゃいますね。サウナに週1くらいで通ってらっしゃるんですね。なるほどなるほど。すごい爽快感はありますよね。はい、ではですね、針を刺すところにちょっと消毒を塗っていきますね。少し冷たくなります。はい、消毒が終わりました。ではここからですね、実際に針を刺していきたいと思います。本当に細い針なので、すごい刺されるような痛さというのはほとんどないので安心してください。これくらいの細い針ですので全然大丈夫ですからね。どうですか？大丈夫そうですかね？はい、ではどんどん刺していきます。
ってる部分やツボの位置を確認しながら丁寧に打っていきますね。どうですか？初めての針治療ですが、痛みなど大丈夫そうですか？よかったです。確かにね、刺された瞬間ズーンという感覚が来ることもあるかもしれませんね。そうですね、ツボを押しているので、ちょっとそういったズーンとくるような感覚もありますが、効いている証拠なのでね、ご安心ください。そうですね、最近だと美容として針治療を行う方も多くなっていますね。当院だと、リハビリとか高齢者の方々の、筋肉をほぐすとかが多いんですけれども、しっかりと国から保険適用されるような治療ではありますので、本当に病気だったり怪我の後遺症を和らげるような治療ですと、保険適用でしっかりとさせていただいてます。こちらで針はすべて打ち終わりましたので、少しだけ時間を置かせていただきますね。リラックスしてお待ちください。お待たせしました。お体大丈夫そうですか？はい、よかったです。では針を抜いていきますね。
お疲れ様でした。ではゆっくり元の席に戻っていただいてよろしいでしょうか。はい、お疲れ様でした。はい、今すごい違和感とか痛みとかは大丈夫そうですか？うん、はい。そうですね、針を刺した部分が稀にちょっと内出血を起こして、ちょっと黒く紫色っぽくなるかもしれないんですけれども、放っておけば2、3日で引いていくので、あえてそこを強く押したりとかマッサージしたりしないようにしてください。はい、お風呂とかシャワーはいつも通り大丈夫です。はい、そうですね。あとはやはりですね、こうお腹にちょっと硬さがあったりとか、血流がちょっと一部滞っているなというところがあったんですけれども、やはり食生活を変えていくことが一番の近道かなと思っております。ちょっと小麦が使われているパンとかパスタ、うどんだとなかなか消化ができず内側に溜まっていくことが日本人では多いので、ちょっとお米の生活に変えてみるとか、あとはそうですね、和食中心に変えてみるのが効果的かなと思います。あとはですね、睡眠時間がバラバラだということなんですけれども、睡眠時間が短くなってしまっても起きる時間をなるべく揃えて朝日を浴びるっていうのを意識していただければなと思います。そうすると自然に生活習慣も整っていきますので、はい、そうですね、今すごい針を刺して筋肉がほぐれている状態なんですけれども、やっぱり毎日の癖だったり体の力の入れ方とかで凝ってしまうとか体調不良になってしまうことはありますので、1ヶ月に1回とか定期的にメンテナンスに来ていただければと思います。はい、結構軽いですか？ありがとうございます。やっぱり針治療はですね、ぎっくり腰で全く動けなかった人が針治療をするとスッと起き上がれるようになったりとか、はい、四十肩で肩が上がらない人に針治療を施すと肩が上がるようになったりとか、その人自身の体をしっかり見て全体のバランスを考えて治療をすると、薬やサプリだけでは効果が出ないところにアプローチすることが可能です。はい、はい、ありがとうございます。ではまたいつでもいらしてくださいね。はい、では本日はお疲れ様でした。お大事になさって